今日はアルーパラタを作ります。じゃがいもはヒンディー語でアルー、つまりじゃがいものパラタのことです。パラタの生地にはチャパティと同じアタを使います。そのチャパティとの大きな違いはギーや油を使って生地を焼き上げるところです。以前プレーンパラタといって具の入らない一番シンプルなパラタのレシピをお届けしましたが、今回は中にサモサの中の具と同じようなスパイスで味付けしたじゃがいもが入っています。インドの家庭でも朝食として食べられたり、屋台でも売られていたりと定番のインド料理です。使用するスパイスもほとんどがカレー作りの定番のスパイスなので、一度揃えておくとぐっとインドカレーやインド料理作りが身近になると思います。そして今回はアルーパラタにつける定番ソース2種類の作り方も動画の最後にご紹介しますので、よかったら最後までお楽しみください。ではまず1枚でもしっかりお腹が満たされるアルーパラタの作り方を見ていきましょう。4枚のアルーパラタを作るのに片手に2個ちょうど乗るくらいの大きさのじゃがいもを使います。以前はじゃがいもの皮を剥いてからカットし、茹でてマッシュポテトを作っていました。しかし最近は前回のサブダナボールのレシピと同様に、よく洗ったじゃがいもを皮ごとラップで包み、電子レンジで加熱してマッシュポテトを作っています。その方が皮むきが楽なのと、個別にラップをすることでレンジでもしっとりほっくり仕上がるんですよね。加熱時間は今回は少し大きめのサイズのじゃがいも2個だったので、600ワットで6分加熱します。じゃがいもの皮は手で剥いていくので、加熱直後は熱々すぎて皮が剥けません。一番最初にじゃがいもをレンジに入れて加熱し、その後冷ましている間に他の調理を進めていくと効率が良いので、最初にじゃがいもから手をつけるのがおすすめです。次に大きめのボウルにアタを 280g 用意します。アタは全粒粉のことですが、実際のインドのアタと日本の全粒粉の違いを検証比較した動画も以前上げているので、気になる方はそちらもご覧くださいね。アタの量は具を包んだ時に破けないよう少し厚めの生地にするので、パラタ1つ分で約 70g のアタを使っています。そこに塩小さじ4分の1と油大さじ1を加えて、粉全体に行き渡るように指先を使ってすりつぶすように混ぜます。油は米油を使用していますが、オリーブオイルでも何でも特に問題ありません。次に水 200cc を数回に分けて加え、よく混ぜるようにこねます。チャパティよりもやや柔らかく生地をこね上げると具を包み伸ばしやすいので、やや多めの水を使って耳たぶのような柔らかさにこね上げます。約5分間根気よくこねると生地が良い感じにひとまとまりになってきます。そうしたら水でひたひたに濡らしたキッチンペーパーをかぶせて約20分間生地を寝かせます。その間に中に詰める具を作っていきます。炒める材料は玉ねぎ大4分の1個とニンニク2個、生姜はニンニクと1対1になる分量、そして青唐辛子2本とコリアンダーリーフです。それぞれみじん切りとスライス切りにします。コリアンダーリーフが苦手な方は特に加えなくても良いですし、グリーンピースを入れても美味しく作れます。材料を刻んだら次は炒めていきます。フライパンに油大さじ1から2を加え、油が温まったら一旦弱火にします。使用するホールスパイスは2種類だけで、クミンシード小さじ1とマスタードシード小さじ1です。細かいスパイスは高温で弾けやすいので、パチパチと弾け出したらすぐ玉ねぎを加えます。玉ねぎを加えたら火を強めて透き通るまで約 2,3 分炒めます。そうしたら先ほどカットしたニンニクと生姜、青唐辛子を加えます。玉ねぎがうっすら飴色になるまでもう少し炒めます。色が変わってきたらここでパウダースパイスを加えるので、焦げてしまわないように火力を弱めておきます。使用するパウダースパイスは4種類で、ターメリックパウダー小さじ3分の1、コリアンダーパウダー小さじ1、レッドチリパウダー小さじ1、そしてガラムマサラ小さじ1を加えて再度中火にしてよく混ぜながら炒めます。フライパンにパウダースパイスが張り付きやすくなってくるので、少量の水を加えながら炒めます。
インドカレーを作る際も同様ですが、炒めている玉ねぎとスパイスの水分がなくなってきたら、水を少量加えて混ぜ、再び炒める工程を2回ほど繰り返すと、スパイスがより馴染んで玉ねぎと一体となり、良いマサラに仕上がってきます。続いて、塩を小さじ1/2から1加えます。今回のじゃがいもの量に小さじ1の塩ですと、しっかり味濃いめの仕上がりになります。減塩されている方などは、減らして加えてくださいね。そうしたら、刻んだコリアンダーリーフを加えて10秒ほど炒めたら、あとは余熱でコリアンダーに火を通します。レンジで加熱しておいたじゃがいもも、良い感じに冷めていると思うので、皮を剥いて、芽の部分はくり抜いておきます。そうしたら潰してできるだけじゃがいもの塊が残らないようにします。潰せたら、そこに炒めたマサラを加えて全体をよく混ぜます。しっかり混ぜると、じゃがいもがきれいなカレー色に変身します。ここで一度味見をして塩加減と辛さ加減を調整しておきます。辛さが足りない場合は、レッドチリパウダーを足してくださいね。生地に包むので、この時点で少し濃い味に仕上げるのがおすすめです。今回はこのままの味付けで大丈夫そうです。ここまでやっていると、だいたい20分は経っていると思うので、寝かせていた生地もちょうど良くなっているはずです。生地を伸ばすときに粉が散らばったりするので、どうしても広い場所で伸ばしたいんですよね。なので、私はキッチンの台をきれいにして除菌し、そのまま使用しています。後片付けもスポンジでゴシゴシ洗って水で流して拭き取れるので、これが結構快適なんですよね。さあ、寝かせた生地具合を見ていきましょう。寝かせる前に比べて、プニプニしていますね。良い感じに柔らかくなっています。そうしたら、打ち粉を引いて、生地をもう一度軽くこねたら、一旦細長く伸ばします。4個のパラタを作るので、まず半分にします。そして、それをまた半分にして、あとは手で軽く握った時の感覚で多いところから少ないところにちぎって移動させて、平等な大きさになるように微調整します。特におしゃれなパン作りで使うようなスケッパーがなくても簡単に分けられますよ。丸めたら、今から伸ばす生地以外は水分が蒸発しすぎないように、寝かせる時に使っていた濡れキッチンペーパーを再度かけておきます。皆様、ようやくアルーパラタのクライマックス、見どころの番が来ました。打ち粉を軽く振って一度きれいな丸に整えたら、両方の親指を使って生地をお椀のようにします。裏返して両方の4本の指を入れてラウンドさせるように伸ばしてもきれいにお椀の形が作れます。そうしたら先ほど作った具を包みます。スプーン2杯ほど入れるとちょうど良いですかね。あまり具を入れすぎると、この後伸ばす時に生地が破けて具が出てきてしまい、焼くのが大変になってしまうので気をつけてくださいね。私はいつも生地の縁1センチを残して具を詰めるようにしています。そうしたら生地の縁をギャザーを寄せるように集めて、軽くひねって、最後に飛び出た部分を倒して指で優しく周りの生地になじませます。そして力は入れず手のひらで少し丸めて形を整えます。打ち粉は多い方が綿棒で伸ばしやすいのですが、何枚も続けて焼いていくうちに、粉がフライパンに残ってどんどん焦げていくので、できるだけ最小限の打ち粉で伸ばすのがおすすめです。そうしたら、ギャザーを作った面を下にして生地を伸ばします。生地を回しながら丸くなるように伸ばしますが、三角のパラタなどもあるので、形はそこまでこだわりません。それより力を入れすぎず、優しく伸ばしてなるべく具が飛び出ない方を優先して伸ばしてみてくださいね。夫に協力してもらって、伸ばした厚みを定規で測ってみたら4ミリ、5ミリくらいでした。厚さもやや厚めでも大丈夫なので、お使いのフライパンやタワのサイズに合わせて伸ばしてみてください。フライパンより大きく伸ばしすぎてしまうと、パラタの耳の部分がうまく焼けなくなってしまいますからね。作り出した当初、具が生地から飛び出したりと、私もたくさん失敗してきたんですよね。その経験から、皆様につまずきやすいコツやポイントをたくさんお伝えしてきましたが、一度に多くの情報をお伝えしすぎて、かえって分かりづらくなっていないか心配です。
こんな感じに伸ばせたら焼いていきます。温めたフライパンにまずは油など何も引かず生地を乗せます。火加減は中火と弱火の間くらいの火力で焼いています。生地は動かさず、蓋もしません。裏返すタイミングは生地の表面を見ていてくださいね。ぷくっと表面が膨らんできます。そうしたら裏返します。その焼けた面にギーもしくはバターを塗ります。塗りながらパラタの耳の部分、外周の部分をスプーンで優しくフライパンに当てつけるようにして焼くと、焼きづらい耳の部分の焼きムラ予防にもなります。また、こちらの面も膨らみを感じてくると思うので、再度裏返します。ギーだけで作ることもありますが、ギーの節約を兼ねて、このように油を混ぜることもあります。初めて作って食べる場合は、よりパラタの美味しさを味わっていただきたいなと思うので、ギーかバターをおすすめしたいです。ですが、本場インドでも我が家でも油だけで焼くこともありますということをお伝えしておきますね。生地全体に焼き残しがないかは生地の色を見て判断します。両面がしっかり焼けたらフライパンから揚げます。慣れてきたらフライパンで片面を焼いている間に次の生地に具を包み伸ばすというように同時進行すると効率よく調理できると思います。チャパティよりは焼くのに時間がかかるので、焼いている間に生地を伸ばす時間も十分にあるかと思います。では、もう一枚、包んで伸ばして焼く一連の流れを早送りで BGM とともにお送りします。これでアルーパラタは完成です。最後に簡単に作れて、よくパラタとセットで提供されるライタとトマトチャトニの作り方をご紹介します。まずはライタ。以前、3種類のライタの作り方の動画をシェアしましたが、そちらよりもパパッと作れる簡単なレシピをご紹介します。まず、器にプレーンヨーグルト大さじ3を入れ、そこへ塩少々、レッドチリパウダー小さじ4分の1を入れてよく混ぜます。そして、水で少し緩めたら完成です。カットも、炒め作業もなく、混ぜるだけのシンプルなライタです。しっかり味付けされたアルーパラタに、このシンプルさがよく合うのでおすすめです。次は、トマトのソース。トマトチャトニを作ります。チャトニの中で、最も我が家で作る、インドのソースです。お皿によそったダールに一さじ加えたり、サモサにつけて食べたりと、インドならではの新鮮な手作りのソースです。よくインド屋台でも使われているディップソースの一つです。作り方はミキサーさえあればとても簡単で、容器に中サイズのトマト1個、ニンニク2個、生姜2スライス、青唐辛子1から2本、そしてコリアンダーリーフを適量を適度な大きさにカットして入れます。コリアンダーは本場では必ずと言っていいほど入っていますが、日本のスーパーでは売られていないことも多いので、入手できなかった場合は省略して作ることもあります。そして、あと加えるのはお塩だけ。塩は小さじ4分の1ほど加えていますが、お好みの塩加減があるかと思いますので、まずは少量から加え、ミキサーにかけた後で味見をして、必要に応じて塩を足していただくのがおすすめです。そうすることで、味の調整がより柔軟にできます。最後に器によそったら、2種類のインドソース、トマトチャトニとライタは完成です。いかがでしたか？そのまま食べても美味しくなるよう、しっかり味付けしているので、冷めても美味しくいただけます。我が家でも、よくインド夫のランチに、アルーパラタとライタ、そしてカットしたサラダをセットにして持たせています。アタをお持ちの方は、アルーパラタ、ぜひレパートリーの一つに加えてみてくださいね。ということで、今回はアルーパラタの作り方と、そのディップソース、ライタとトマトチャトニのレシピをお届けしました。では、今日はこの辺で。
最後までご視聴ありがとうございました。フィルミレンゲ。